はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日の新月から12月5日満月までの2週間を星の解説しながらタロット見てみたいと思います。よろしくお願いします。それから11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。ノートをご購入いただいた皆さん本当にありがとうございます。11月末までにはお届けしますので少々お待ちくださいね。で PDF 版はカペラノートそのまんまデジタルにしたものになりますので、紙じゃなくていいよという方はぜひ概要欄から詳細ご覧になってください。ではいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの4、カップエース逆、運命の輪、ソード7の逆、そして忍者、ペンタクルス8、カップ10の逆。はい、気をつけることや対策がカップのナイトとソードページとオラクルはじゃん、ソードの2の逆です。今ちょうどね21日までお誕生日迎えている方おめでとうございます。この前回12星座共通の動画でもお話したんですけど、今回の11月20日さそり座で起こる新月っていうのはすごく深いところに響く感じがあるので、さそり座の皆さんはもうすでに何かを感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。で深いところで響くっていうのは何か自分が昔閉じ込めた感情だったりとか、自分はこうなんだと思い込んで鍵を閉めてしまった感覚とか、そういったブロックが外れるよみたいなのもあれば、深い本当の自分の本質につながるっていうこともあったりするので、いずれにしても非常に重要な新月なわけです。で新月のこのタイミングだけじゃなくてもそこからしばらく 2,3 日の間に自分の中で何か湧いてくるものがあったり、目標を決めたりとかすることがあれば、それはすごくここから新しくスタートしていけるよ、ここから育っていくよみたいなエネルギーとしてすごく使えますのでね、とにかく魔法の扉が開いてるみたいな感じなんですね。この新月の時もそうだし、しばらくですね、その後も非常にこのさそり座さんの深い洞察とか感覚を見抜く力とか、そしてクリエイティブな力、そして自分がどっちの方向にそのクリエイティブを使いたいのかっていうのが全てが揃ってとても肥やされているタイミングなので、このただの空気のように見えて、実はそこに自分の思いとか意図を乗せると現実化すごくしやすくなるっていうタイミングだということを覚えておいてください。そして22日からはですね、その継続していく力とか何か現実的に落とし込んでいくっていう力が強くなります。なので逆を言うと22日までっていうのはイマジネーションとか想像するとか、何か見えないところで何かが外れるとか膨らむとか、そういった感じなんですけど、22日以降はそれを現実にしていくコツコツとした実質的なエネルギーがふさわしいですよっていう時なんですね。でそのまんまカードが出てるっていう感じがしました。入り口がカップの4なので、ご自身ではもっと華やかな感情の喜びとか感動とかそういったものを期待してらっしゃったかもしれませんが、でももうここに至るまでに11月20日になるまでにもう11月の間に何かご自身の中では一つ突破口があったんじゃないでしょうか。何かの本を読んですごいひらめいたとか、そういうことだったのかって今までの点と点がつながったとか、誰かとの聞いた話で答えが分かったってこともあるかもしれないし、自分で自分を探求して深い自分にたどり着きましたっていう方もいらっしゃると思うんですね。とにかく何かもうすでにここまでの間にチャンスの扉だったりとか、自分自身につながる経路みたいなのがありましたよねみたいな感じで言われています。これは実質の体のことかもしれないし、お仕事のことかもしれないし、人生そのものかもしれないし、ただ何かの波動が変わったっていうか扉が開いたよねっていう感じがあります。そして今そのことに慎重になっているというか、本当にこれで大丈夫かなとか、ここからどうすればいいんだったっけみたいな他者の意見を聞きたくなったりとか、周りの確認したくなるみたいな、周りに意見を確認したくなるみたいなことが
あったかもしれません。でもちろんこの調和しながらやっていくという上では周りの意見を聞くのももちろん参考になるしいいんですけど、笹代さん自分の中の感覚を掘っていくんだなって感じがすごくあります。これはすごく内省しているとか深く熟考しているとかそんな感じなんですね。で答えがちゃんと自分の中に見つかると思います。でさっき11月22日以降その現実的な実務的なエネルギー継続していくエネルギー使えるよって言ったんですけど、ここでもやっぱりコツコツと現実を作っていきます、体を作っていきますかもしれないし、健康を保っていきますっていうことかもしれないし、自分の感覚を現実に落とし込むまでのタイムラグって実は楽しいんですね。思いついて一瞬でできたらあっけないんですけど、思いついたことを現実化するまでのこのタイムラグが体験として楽しいことなので、それを着実にこなしていくって感じがしますし、またこの時期って22日以降っていうのはすごく誘い座さんの感性っていうのもすごく肥やされてる時なので、なんか五感が働くっていうのかな、いつもよりもなんか食べれないものが出てきたりの、まるで妊娠期間中みたいな感じですよね。なんか急になんか食べれないものが出てきたり、匂いに敏感になったりとか、こういろんな夢を見たりとか、そういうこともあるかもしれませんし、でもそうしながら体とマインドをきちんと統合しながら現実作っていってるよっていう流れが出ています。ただね、そのさっき言ったみたいになんか全てがあっけなく完成っていうのって面白くなくって、そのさっき言った感情的にも何かがもうすごいいきなり喜びに満たされているとか大成功っていう風に行くと面白くないなみたいな感じなんですよ。例えばテレビドラマの10話あるうちの2話でもう完成しちゃったらあっけないみたいな感じ、もう少しドラマを楽しみましょうみたいな感じがあるので、なんとなくさそり座の皆さんは今感じてることはですね、この新月を境に、本当はその前からチャンスの扉が開かれてるんですけど、この新月を境に自分の波動が変わってるはずだと、自分が何か深いところにアクセスできるはずだよっていうことがあって、だからこそ深く考えるとか真剣に自分の人生を考えてみるとか計画を立てるとかっていうことをして、それに対して真面目に一歩ずつこなしていく。たとえそれが家族には理解されなかったとしても、周りの全員が賛成してくれなかったとしても、その喜びっていうのは後に咲くものだから、今自分が自分とちゃんとつながってたら大丈夫だよっていうメッセージだと思ったんです。カップの10っていうのは本来は本当にやったーみたいな感じなんですけど、ここに至るまでにもう少しタイムラグがあるなって感じがしました。そして気をつけることとして言われていることも、カップのナイトにソードのページっていうのは誘い座さんに手をかけてくれる、手を差し伸べてくれる人もいるし、なんか疑いの目を向けている人もいるっていう感じがあって、周りの人との影響とか感化されるエネルギーって強いんですけれども、そこだけに頼らないでねって感じがしたんです。やっぱり自分の感覚を信じてほしいっていうのもありますし、こういう時って本当にいろんな意見を聞いたりとか、いろんな重要な意見を聞いたりとか、いろんな情報を聞いたりするので、自分の中で少し迷いが生じるかもしれませんが、情報はたくさん持って大丈夫です。ただそこに惑わされずに、深い自分の本心をしっかりと自分が握っていれば大丈夫っていう感じですね。でオラクルが言われているのも、なんか平穏に何の音沙汰もなくっていうか、こう凪の状態でいくかっていうとそうではないよって感じなんですね。やっぱり自分の中の生活の何か一部を変えなきゃいけないとか、こう古い自分から新しい自分に進化する時は古い自分がなくなっていく感覚がするかもしれないとか、一瞬バランスが崩れるような感じがするかもしれないけど、でもそうやってまた立て直していく、そうやって立て直していくっていう流れがあるんだよって言われてる気がしたんです。なので今ちょうどその扉が開かれてる時だから、いくらでもここから新しく作れるんですけど、新しく作るってなった時に今あるものの上に何かができるわけではなく、今あるものを少し改善したり何か手放して新しく作っていくっていうこともあるかもしれないので、その時に何かちょっと自分があれなくしていくような気がしたりとか、なんか壊れていくような気がするかもしれませんが、壊れませんので安心してください。
あの壊れたように感じるとすれば、自分の体が言うこと聞かないとか、思ったように体が動かないとか、もっと計画通りいくと思ったけどマインドがついてこないとか、そういう不具合じゃないんですけどね、そういったなんかジレンマみたいなものはちょっとあるかもしれませんが、それを解消していく、そこに向き合っていくから新しくなっていくんですよっていうメッセージだなと思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見てみますね。仕事、仕事、カップの4、運命の輪、ワンドの5ということで、もしお仕事に対してちょっとモチベーション下がってるなとか、もっとどうやったら情熱持てるのかなとか、なんか今の仕事に対して面白くないなみたいな、なんかそういう感覚があるとしたら、チャンスはいきなり来るって感じがします。特に20日以降、月末に向けてどんどんチャンスがやってきます。で、こんなチャンス来たって言って乗ったら、また次のチャンス来たって言ってまた乗るみたいな。で、思いのほかたくさんのチャンスが来てどうしましょうみたいな感じもあります。なので本当に自分が何を優先したいのかっていうことを、さっき言ったしっかりと自分が手綱を握っていれば翻弄されることはないんですけれども、なんか仕事に関してちょっと動きがですね早くなる感じがするので、うまくコントロールしてくださいね。いろんな役割をこなさなければいけなくなりそうな感じがあるので、できますけどね、もちろん。チャンスが来るっていうことです。来るっていうか、もうすでに扉は開かれてるわけだから、ご自身がそこに気づきさえすれば、いつでも仕事も変わるし、チャンスも変わるしっていう感じがします。で、あえて気をつけることとして言うならば、チャンスだって思った時に自分が慌てふためく、このチャンス逃しちゃいけないみたいな感じで慌てるかもしれませんが、慌てなくて大丈夫ですっていう感じです。チャンスはさそり座さんがそのお仕事をやろうとしてるから来てるわけで、なんか宙ぶらりんなところにチャンスが来てるわけじゃないんだよっていうメッセージを感じました。はい、それからちょっと人間関係見てみますね。人間関係はワールド、すごくいい関係性があるんじゃないでしょうか。ワンドの3、今なんか満たされてる感じがしますけどね、関係性においてとても満たされているというと、なんか本当さっき言ったみたいにすごい手放して喜びがいっぱいあると思うかもしれないんですけど、そのびっくりするぐらいの溢れるほどの感情がやってくるわけではなくて、問題がない、そして自分らしくいれる、そして関われる人がいるっていうこと自体がすでにこの世界が満たされているっていう感じなんですけれども、さそり座さんはなんか自分の感性を大事にしながらすでにここまででいい関係性を築いてこれたんじゃないですかみたいな感じで言われています。そして今人として信頼できる人が自分の人生の中にいるんじゃないですかっていう感じです。でその人を大事にしていきたいとか、その人ともっと前向きな人生を歩んでいきたいみたいな感じがありますので、その感覚を大事に持っていればそうなるだろうなっていう感じですね。強いてあげればもっと何かをしなくちゃいけないとか、もっとこの関係をどうにかしなければいけないってもし思ってるとしたら、すでにもうベースがあるから、そんなにあれこれ四苦八苦自分が形作ろうとしなくて大丈夫ですよっていう感じで言われてます。むしろ自分がさそり座さんがその人との関係の中でどれだけの愛情を感じられるだろうか、自分がどれだけその人を大事に思えるかどうか、その感覚に焦点を当てる方が豊かですねっていう感じで言われています。でまだまだ燃え上がりそうなんでね、なんか情熱の炎が、いい感じだと思いますよ。で今そんなこと全くないですっていう方は、もちろんその人が生きてきた人生それぞれ別々なので違うかもしれませんが、関係性としては今応援されている、
時なので、安心して自分らしくいて、関わりたい人と関わってください。自分の世界は安心だよっていうか、自分の世界は守られてるよっていうメッセージだと思いました。はい、いかがでしょうか。何か分かったよとか通じたよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚引いてみますね、オラクルカード。そしてちょっとお知らせなんですが、11月30日に夜9時から YouTube ライブを行います。これはカペラノートの使い方説明と、あとノート以外のことでも Q&A として質問に答えていきますので、タイミングが合う方いらっしゃったらぜひご参加ください。そして同じ日の夜9時45分からはメンバーシップ、YouTube のメンバーシップの限定ライブを行います。もう少しコアな内容というか、個人的なご質問にお答えしていく予定です。はい、ではいきますね。最後のオラクルカード、さそり座さん開かれてますよって感じがしますけど、はい、いいですね。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。深みから上がってくるっていうことで、何か困難さを手放すよっていうことですね。もうすでに手放せる状況なんじゃないかなっていう感じがします。まだですっていう方もここからちゃんと上がってくれるよって感じがしました。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。失礼します。